今回は4月権利で記念優待により配当利回りが飛躍的に上昇している銘柄を2つ紹介します。ぜひ最後まで見て参考にしてください。チャプターも付けてあるのでそちらも活用してください。改めましてこんにちは、アイケンです。それでは早速参りましょう。一つ目の銘柄はこちら。グッドコムアセット。現在の株価は1625円、PER は 10.3 倍、PBR は 3.83 倍、配当利回りは 2.83% とそれほど高くありませんが、記念優待により総合利回りは 8.98% になっています。時価総額は約500億円と小型株です。まずは業績の推移です。荒っぽい波ではありますが、利益を伸ばしながらここまで来ています。24年に過去最高益を更新。25年度は減益でしたが、今期は爆発的な利益を上げて、過去最高益を更新見込みです。3倍ってすごいですね。一体どうなっているのか、この後確認していきます。先にチャートを見てみましょう。こちらは月足です。さすがに最高益を大幅更新する勢いです。株価は最高値水準にあります。上場したのが2017年ですので、こうやって見ると波はあるものの順調に株価を上げてきています。週足ではこのようになっており、直近最高値1645円をもうすぐ超えてきそうです。この位置で強い陽線が出ているので、今後も調子が良さそうなチャートではあります。日足です。窓を開けて上昇していますので、勢いが伝わってきます。今後はこの辺りで揉み合って値固めになるのでしょうか。この水準だと不動産銘柄ではあるものの、さすがに PER が10倍を超えてきます。それでは直近の決算資料から今期の様子を見ていきましょう。サマリーです。はちゃめちゃに調子がいいです。まだ19なのに売上高は YOY で 82.6% と飛び抜けています。登記費用や連結処理による販管費の増加があり、1級利益は損失となっていますが、2級以降に盛り返す算段となっています。グッドコムアセットはマンションを扱う会社です。以前はマンションの販売だけでしたが、最近は土地の仕入れから建設、販売、その後のマンション管理まで全てを行っています。首都圏の駅近物件を中心とし、販売先は国内外問わず、富裕層などの個人投資家、国内法人、機関投資家、不動産ファンドなど出口が広いのが特徴です。2026年の通期予想では、売上高は 1.5 倍、営業利益、経常利益は 2.6 倍、当期純利益は3倍を見込んでおり、どうにかなっちゃいそうですが、そのあたりもチェックしていきましょう。このリブンナップグループは、戸建て事業や再販事業などに強みを持つ会社ですが、昨年完全子会社化しました。そちらの貢献もあり、売上利益ともに大幅拡大となっています。グッドコムアセットはファンドもやっていて、そこに自社物件を売って、その後の管理をすることで、売った後もストック収入にしています。また、効果が高いところへと資源を集中するため、最近までやっていたテレビ CM を休止し、適切な費用配分を行っています。このファンド事業がすごいんです。ワンルームマンションを1部屋ずつ売るのは時間がかかりますが、機関投資家などからお金を集め、自社ファンドに数十棟まとめて売却すれば、一瞬で数百億円規模の現金が回収できます。そして規模を拡大させ、上場リートを目指します。簡単に説明すると、まず今行っているのが死母ファンドになります。銀行や生命保険会社、海外の超お金持ちから数十億から数百億円を集めて、非公開のファンドを作り、そこにグッドコムアセットの物件を売ります。そして次は死母リートです。死母ファンドをさらに大きくして、プロの投資家だけが参加できる非上場のリートに格上げします。上場していないので審査が比較的緩く、自分たちのペースで拡大できます。2028年までに運用残高1500億円を積み上げて、死母リートを始めると説明会でありました。そして最後は上場リートです。証券取引所に上場させて、我々一般の投資家も一株から買えるようにします。上場すれば市場から何千億円もの資金を調達できるようになるので、グッドコムアセットはいくらマンションを作っても、それを買い取ってくれる巨大かつ永久的な受け皿を手に入れたことになります。もちろんやるのは簡単ではないです。金融庁などの厳しい規制もありますし、利益相反の目もあります。親会社が売れ残ったクズ物件を高い値段でリートに押し付けてるんじゃないのかなど、投資家から疑われやすいので、第三者機関に適正にチェックされます。簡単にまとめるとこんな感じですが、この仕組みができればほぼ無敵ですね。今後の仕入れ実績ですが、大型物件のスケールメリットでコストを圧縮し、想定通りの仕入れが進んでいます。パイプラインは順調に拡大中です。この手付金のみでの仕入れがこれまた美味しい仕組みでして、普通の業者は土地を買ってお金を借りて建設し、借金でパンパンになってしまうのですが、グッドコムアセットは見つけた土地を建設会社に買ってもらって、完成したら購入する仕入れ契約を結び、手付金だけでキープします。完成するまでの間、土地代や巨額の借金、その利子などを背負わずに済むわけです。たとえ金利が上がっても、建設が終わるまでの数年間のコストを払わずに済むのは大きいです。それに円安が続いていけば、海外から見ると割安物件ですので、普
普通に売れますから余計な在庫を抱えることもありません。最大の懸念点は資金決済時に世界的な不況になっていて金利が上昇、買い手がいないとなると買い取った後在庫を抱えたまま借金を返済しないといけないので超不況時にはブーメランになって帰ってくるリスクを秘めています。グッドコムアセットは首都圏の人気エリアに物件を供給しているので入居率も高く賃料も相応です。不動産は場所が命ですからね。田舎の端っこの高級マンションよりも山手線徒歩1分のフル物件の方が価値があります。完全子会社としたリブンナップグループにより戸建て市場にも参入しています。売上規模は約90億円となかなかです。グッドコムアセット単体だと700億円くらいです。そして今期は上場10周年記念ということで、ものすごい記念優待を発表しました。1000株以上保有で、なんと5万円相当のデジタルギフト。しかも年2回。現在の株価だと優待利回りは 6.1% になります。これは欲しいですけど、配当落ちでの下落もすごそうで、素直にもらうか、配当落ちで買って次の配当利回り前に売るか、悩ましいところ。配当金は9期連続増配中で、9年で9倍となっています。自社株買いもこまめに実施しており、こういうのはありがたいですね。グッドコムアセットは100株 16.2 万円。配当利回りは 2.83%。配当金の権利は10月の一括配当で、今回の記念優待の権利は4月と10月になっています。勢いづいていて、ノリノリの業績と高成長。そして高額記念優待もあり、配当金と優待を合わせた総合利回りは 8.98% です。事業がうまくいけばどこまでも上昇しそうですが、リスクも高めの会社です。気になった方はチェックしてみてください。それでは2つ目の銘柄はこちら。ナデックス。現在の株価は1091円、PER は 13.4 倍、PBR は 0.46 倍と1倍を大きく割れています。配当利回りは 2.84% と低めですが、今回は記念優待によりアップします。時価総額は約100億円と小型株です。まずは業績の推移です。多少の波はあるものの売上は増加しています。25年度は減益となっていましたが、今期は大幅増益の見通しです。チャートで現在の位置を見ていきますと、こちらは月足です。だいぶ前に高値を取ってから20年に520円となり、そこからはゆるゆると上昇してきました。ものすごく長い上髭ができています。週足でもまだ長いので、日足にしてみましょう。こうなりました。これは今回のネタの通り、3月11日に記念優待が実施されることを発表したところ、翌日の12日に急騰。誰かが上値を追いかけて馬場を引いた図です。特買で1201円から始まり、1250円まで上昇。そこから一気に売り込まれ、終値は1100円でした。そんなにすごい優待なのかというと、そうでもなく、100株保有で3000円相当のクオカードがいただけます。ですが、元々の株価が安いので、3000円はインパクトとしてはでかいです。利回りを計算すると、クオカード単体でも 2.74% になります。この銘柄はおまけ紹介みたいなものなので、さらっと紹介してまとめていきたいと思います。では、直近3月11日の決算資料から最近の様子を見ていきます。減収増益となっていますが、気になるのは進捗率です。3級でこれじゃあ全然ダメじゃないかと思われるかと思いますが、ナデックスは4級返従の傾向が強く、毎回こんな感じです。通期業績予想も変更はしていません。こちらにある通り、特に今期は4級返従の傾向が強いです。スマートエナジーの新事業もうまくいっており順調です。ナデックスはメーカー機能と商社機能を併せ持つ会社です。国内自動車業界でのシェアはナンバーワンの技術力を持っており、抵抗溶接制御装置を軸に扱っています。そして商社でありながらもシステムインテグレーターとしての働きもあります。システムインテグレーターを略して SIR とも言われます。企業の IT システムに関する企画、設計、開発、運用、保守までを一括して請け負う企業のことです。海外にも展開していますが、75% は日本ですので、為替の影響を受けるのは一部です。事業別で見ると半分以上は車関連になっています。先ほどあったスマートエナジー事業はこちらですが、アメリカでの事業拡大とインドで新しく事業を開始しました。インドは今、ものすごい勢いで自動化が進展しており、それを狙ったものです。もっと後に開始予定でしたが、前倒しで進めてきました。世界的なエネルギー変容も起こりそうなので、ある意味タイミングがいいかもしれません。配当については総還元成功 50% 以上維持としていますが、特に累進配当などではないので、業績に応じて変動します。自社株買いも24年からは結構積極的で、継続性を重視してありますので、今後も少しずつやってくれそうです。そしてこちらが先ほどあった記念優待です。記念なので今回限りとなっています。ナデックスは100株 10.9 万円、配当利回りは 2.84%、配当金の権利は4月と10月で、記念優待の権利は4月です。今回は記念優待ということで紹介しましたが、
国内自動車業界のシェアナンバーワンでもあり、スマートエナジーにおいても将来性がありそうです。配当金と優待を合わせた総合利回りは 5.59% になります。ということで今回は4月権利の記念優待銘柄を2つ紹介しました。それぞれ総合利回りではなかなかの銘柄なので、気になった方はチェックしてみてください。今後もいろいろな銘柄を定期的に紹介していきますので、動画が良かったという方はぜひチャンネル登録と高評価、さらに余裕があればハイプもお願いします。ご視聴ありがとうございました。